過酷な最前線へ転属させられ、始末されそうになったかつてのレッドショルダー隊員たちと共に、創始者ペールゼンへの復讐を誓い、再び荘園の地へと向かう。今回はその AT をウェザー。どうもダーティです。今回はスコープドッグターボカスタムを50塗装からのリアルな剥がしサビ表現を求めて制作します。今年になってボトムズを全話視聴したばかりの新参者なんですが、めちゃくちゃハマってしまって、これは作りたいなということで出たばかりの HG のスコープドッグですね。早速一緒に作っていきましょう。フェーズ1仮組み。結構豊富なランナー数で余剰パーツも多いです。ではまずニッパーでゲートを少し残してカット。その後片刃ニッパーできれいに二度切りして、あとは説明書通りに組んでいきます。であっという間に仮組み完了です。合わせ目がほとんどないパーツ分割で理想のスコープドッグの造形がされててかなりかっこいいですよね。で肩関節の可動が改善されているらしいのですが、初めてなので以前のものが分かりませんが、よく動きますね。引き出したりしてもディテールがしっかりしているので違和感がないですね。でターボカスタムの最大の魅力、ジェットローラーダッシュユニットですね。足の中もしっかり色分けされていて、モールドもがっつり入っています。フェーズ2パーツ処理。素組み状態でしっかり分ロードしてからパーツ処理を行っていきます。まずパーティングラインは目立つのでしっかりと処理していきます。肩のパーツやミサイルポットなど結構多いですが、きれいにしていきます。まずはデザインナイフでカンナ掛けの要領で削っていきます。リベットがあるのですが、ギリギリまで丁寧に削りましょう。その後スポンジヤスリで240番、400番、600番、800番とヤスリ掛けしていきます。で綺麗に処理できました。やはり処理前のところを見るとかなり目立ちますからね。曲面以外のパーツはセイタ付きの紙ヤスリで処理していきます。で今回ゲート跡も全てヤスリ掛けして面出しやエッジも立てておきます。ヘビーマシンガンだけ後はめ加工して合わせ目消しを行います。重工のパーツが色分けされているので、ここをカットして後はめできるようにしていきます。大胆にカットして2つのパーツに分割します。でカットしただけでは太くて入らないので、ヤスリ掛けで一回りぐらい小さくしていきます。これで後はめできるようになったので、本体は接着して合わせ目を消しておきます。でこちら全てのパーツにヤスリ掛けが終わりました。ではタガネを使ってモールドの彫り直しを行っていきます。基本的には 0.15mm のタガネですが、一部モールドが太いところは 0.3mm のタガネで彫り直していきます。特にこういったしっかりとしたモールドでない箇所を彫っておくと別パーツ感が出ていいですね。フェーズ3マスキング。今回の工程上マスキングが大事なのでワンフェーズとして扱っています。でこういう差し込み部分は当然塗装で太くなると入らなくなるのでマスキングします。逆に受けの部分が太くなっても入らなくなるので保護しておきます。で察しがいい方は分かったと思うのですが、組み立て上使用するダボ穴、ダボピン全てにマスキングしていきます。こういう受け穴部分もしっかりと保護します。大きいボールジョイントの受け部分はマスキングゾルを塗っておきます。こんな感じですね。でこちら作業終了後ですね。差し込み部分、受け口部分、本当に全てマスキングしました。かなり大変で3日ぐらいかかりましたが、艶消しだけでもたまに関節がきつくなる時があるので、
今回50塗装ということでかなりビビってマスキングしています。それだけクリアランスが素晴らしいということですね。フェーズ4、50塗装では塗装に入っていくのですが、先にどのような50なのか説明していきます。まず下地にスターブライトシルバーを吹いていきます。その次に理系材のシリコーンバリアを吹いて、第2の下地にサーフェイサーのエボブラックを塗装します。そして4層目にチッピング液を吹いて、各色ごとにパーツを分けてそれぞれのカラーで塗装していきます。で、今回はボトムズカラーの塗料を使って塗装していきますが、1層目と3層目、シルバーとブラックの部分ですね。それをラッカー塗料で、5層目を水性塗料を使っていただければ好きな色を使用してもらって大丈夫です。で、このミサイルの弾頭のパーツだけイレギュラーで、サーフェイサーのブラックとラッカー塗料のレッドの2色で塗装していきます。では塗装していきましょう。まず1層目のスターブライトシルバーですね。すべてのパーツをきれいなシルバーにしていきます。こんな感じでかなり細かい金属粒子でキラッキラです。次は2層目のシリコーンバリア。よく振って希釈なしでそのまま吹いていきます。見た感じ全然わからないですね。次は3層目のサーフェイサーエボブラックです。これもすべて真っ黒になるように塗っていきます。滑らかな透明でしっとり落ち着きのあるブラックですね。で、ここでミサイルの弾頭のパーツはレッドを吹いて完成させておきます。完全に発色させず、少し下地の黒の影響を受ける感じに塗装しました。次に4層目のチッピング液です。水を 20% 加え希釈して吹いていきますが、これめちゃくちゃ弾くんですよね。初めて使用するのですが、説明書きにしっかり弾きやすいと書かれていたので、サーフェイサーならいけるかなと思ったんですけどね。これを一旦乾かしてもう一度拭いて塗り重ねていきます。これが2回拭いて乾燥した状態ですね。模様みたいに跡が残っていますね。で、ここから各パーツごとのカラーを拭いていきます。せっかく下地がブラックなので、なんちゃって黒立ち上げグラデーション風で塗装していきます。グラデーション塗装したことがないので、練習を含めて塗装しました。で、こちら作業後ですね。それっぽくできたといえばできたんですが、左右で同じ色合いにするのが難しいですね。でもボトムズの AT はいろんな機体から使えるパーツを寄せ集めて組み上げるシーンなどもあるので、ちぐはぐ感も味ですよね。フェーズ5、チッピングでは、まずマスキングテープやゾルを取って組み上げていきます。組み上げ時に少し塗装が剥げますが、いい感じですね。これが剥がしたマスキングですが、異常な細かさが伝わると思います。で、こちら組み上げ後ですね。関節部分もいくつか自然なチッピングにすでになっています。まずは水と筆でチッピング作業をしていきます。筆に水をつけて筆でこすると剥げてくるはずなのですが、なかなか剥げてくれませんでした。チッピング液の塗布量が少なかったのか、上に塗った塗料が分厚すぎたのか、あと考えられるのが塗装して4日経ってるんですよね。チッピング液の説明書きには1週間以内に剥がし作業をしてくださいとのことだったので、放置しすぎたのかもしれません。で、そもそもこの作業はケープ塗装の名前の方が有名だと思いますが、水で4層目のチッピング液が溶けて、その上の5層目も一緒に剥がれ落ちて、下地の3層目のブラックが出てくるというチッピング作業です。本当に塗料を剥がすのでリアルなチッピング表現ができるということですね。
ここで根気よく筆を動かした甲斐があり、ようやく少し剥げてきました。本当にリアルな感じで剥がれてくれて、これは楽しいですね。でも一部やっぱり剥がれないところがあったりしますね。で、下のライトグリーンのパーツはすんなり剥がれてくれて、一体何が違うのか要研究ですね。次はヘッドパーツです。ボディパーツと打って変わり、すんなりチッピング作業ができました。まずは水をつけてさっとこすると簡単に剥がれてくれました。こんな感じで全パーツにチッピング作業を行っていきますが、ヘッドパーツだけ最後まで作業風景をお見せしますね。楽しくてやりすぎちゃうんですが、そこはお好みでいいんじゃないかなと思います。で、やりながら気づいたんですが、コシのあるナイロン筆がこの作業には向いている気がしますね。で、こちら作業終了後です。それぞれどんな仕上がりかお見せしていきます。まずは先ほどのヘッドパーツ。苦戦したボディパーツはこんな感じです。腕のパーツは左右でかなり差のある仕上がりに。バックパックのミサイルポットとガトリングガンですね。腰のパーツ。シルバーのところは組み上げの時に自然に剥がれたところですね。足のパーツ。かなりやりすぎて爬虫類の皮膚みたいになってしまったので、後に修正していきます。足先も同じく後でリタッチしていきます。フェーズ6チッピングでは、引き続きチッピング作業ですね。今度は爪楊枝の横で削って1層目のシルバーを出していきます。2層目の理型剤の効果で上の塗装は軽く乗っかっている状態なので、簡単に剥がせていけます。みるみるシルバー部分が出てくるのがわかると思います。こんな感じですね。エッジ部分を中心に削っていき、たまに爪楊枝の先を使ってツンツンと広い面にもチッピング作業をして剥がしていきます。先ほどのチッピングで出た黒い部分の中も剥がしてみるのもいいと思います。で、苦労して全パーツマスキングした甲斐があって、こういう関節部分もしっかりチッピングできます。そして全パーツに作業しました。いい雰囲気出てますよね。この作業は1回目のチッピングよりも控えめに行っています。可動部分はもちろんですが、リベットのモールドにも剥がし作業が合うので、いくつか場所を絞ってやってみてください。フェーズ7リペイントでは、 AT グリーンを使って爬虫類っぽくなったところを修正していきます。スポンジを持ち手棒に挟んで使います。塗料を希釈なしでつけて余分な塗料を落として修正したい箇所にポンポンしていきます。スポンジチッピングの時よりも塗料の量は多い方がいいですね。うっすら塗料をのせていく感じですね。はっきり見えていた黒の主張が抑えられて馴染んでくるのがわかると思います。肩のパーツもひどかったのでリペイントしていきます。こんな感じでボケたような仕上がりもまたいいですね。で、こちら修正後ですね。一番ひどかった足の部分ですが、完全にグリーンに塗ってしまったり、うっすら見えるぐらいに色味を抑えてみたりしました。またリペイントすることで濃淡がついてよりリアルな表面になったのは怪我の巧妙ですね。この作業はメインのグリーンのみ行いました。そしてここでラッカー塗料の艶消しを拭いておきます。フェーズ8フィルタリングでは、ミスターウェザリングカラーのフィルターリキッドレイヤーバイオレットを使っていきます。
よく攪拌した塗料を容器に移して希釈なしで塗っていきます。艶消しを拭いた後なのでじんわりと染み渡っていきます。ウォッシングのようにジャブジャブ塗るのではなく、全体にうっすらと塗り広げるイメージですね。この作業は全パーツに行っていきます。ガトリングガンの色が一番わかりやすいですかね。武器類もしっかりすべて塗っていきます。比較ですね。こちら右が作業後ですね。赤みと青みが程よく入って色に深みが出たのがわかると思います。ウェザリングカラーの薄め液で濃くなった箇所を拭き取っていきます。紫色が濃くて違和感があるところはこんな感じに綿棒で拭き取っていきます。拭き取るというかぼかしていく感じの方が強いですかね。この作業は気になるところだけにして全パーツには施しません。で、調整が終われば丸1日乾燥させてから次の作業に入っていきます。フェーズ9、サビ加工。ホルベインの油絵の具バーントシェンナをジップオイルで希釈して使用します。少しだけ絵の具をパレットに出してオイルを加えて薄めていきます。墨入れする時ぐらいの濃度に薄めて塗っていきます。この頭の溝にサビ感をつけたいのですが、あえて少しはみ出す感じで塗っています。で、先ほどのフィルタリングで1日しっかり乾燥させておかないと色が混ざってしまうので要注意ですね。思ったより薄かったのでもう一度塗って好きな色味にしていきます。これぐらいがいいですかね。そしてジップオイルを含ませた綿棒ではみ出した箇所をぼかしてなじませていきます。拭き上げるよりも優しいタッチで作業をしていきます。このぼかすという作業が今回の大事なポイントですかね。こんな感じでベタ塗りにならないようにしていきます。次は先ほどよりも濃い濃度で塗っていきます。サビだれを作っていきます。こんな風に塗ってオイルをつけた綿棒で下に引き伸ばしていきます。この時に色が薄くなるので濃いめの希釈ですね。うまくいかなかったら一度すべて拭き取って納得のいくまでやり直しします。いい感じにできたんじゃないでしょうか。ちなみにこの油絵の具も初めて使うので試行錯誤しながら何度もやり直しての作業でした。次は少し大胆に塗料をつけていきます。これも同じようにぼかしていくんですが、軽くトントンと叩くようにやるとうまくいきましたね。仕上がりはこんな感じで、この段階では抑えめにしておきます。これを各所好きに施していきます。で、途中からエナメル溶剤でも希釈して作業していたのですが、このサビだれの工程はエナメル溶剤の方がいいかもしれないですね。揮発がそこまで速くないので伸びのコントロールがしやすかったです。この部分がエナメル溶剤で作業した箇所です。で、逆にこういうモールドに墨入れのようにサビ加工するときはジップオイルの揮発性の高さを利用してにじませるぼかすを素早く行えていいと思います。すぐ乾くので上からもう一度濃い色で塗るとこんな感じに色ムラができていいですよね。次はバーンとアンバーも使って色が単調にならないようにしていきます。作業工程は同じですね。バーンとシェンナより赤みがなく黒っぽい色合いです。これでサビの色の幅を広げていきます。これも各パーツに施していきます。次はエナメル塗料の赤サビも使っていきます。バーンとアンバーと混色してがっつり汚いサビを作っていきます。この作業はかなり限定的に絞って効果的に使っていきます。
まずは腕の関節で組み立ての時に自然にできた剥がれ部分ですね。五重塗装でしっかり段差があるので、まずシルバーの部分だけに塗って綿棒で叩いてぼかしていきます。この時綿棒には溶剤をつけずに使用しています。それを何度も繰り返して何とも言えないがっつり錆を表現していきます。このエナメル塗料の赤サビにはピグメントが入っているので質感の表現に便利ですね。で、4回ほどやってこんな感じの仕上がりです。シルバーは見えつつも塗装が剥がれた箇所からしっかり錆が出てきたのが分かりますよね。で、このコックピットの下のとっても錆びててほしいので作業をしておきます。公園の鉄棒みたいな色合いがベストですかね。こんな感じです。コックピットハッチのヘリの方も軽めにつけておきました。炎の定めが脳内再生されますよね。で、こちら作業終了後です。錆加工で一気に年季が入りましたね。ここの部分がトップコートを拭いた時雨だったので発火してしまいましたが、耐色表現っぽいのでそのままにしています。ここは剥がしによってリアルな仕上がりですよね。で、武器類は錆び感を抑えめにしています。ミサイルポットとガトリングガンの一部だけにとどめました。フェーズ10ウェザリングマスター。ウェザリングマスターの A と B を使います。まずは A セットのマットから。今回は組んだまま作業をしていきます。エッジ部分にドライブラシしていきます。マットをつけてハケで軽く落としてなじませていきます。この作業は汚しというよりかハイライトをつけていく要領ですね。このように立体感も増して耐色表現にもなるので一石二鳥ですよね。この作業も塗ってぼかすの繰り返しです。次は A セットのスタンドです。これも砂汚れをつけたいわけではなくハイライトの役割で使っていきます。先ほどのマットより明るいのでここも単調にならないように2色使ってメリハリをつけていきます。マットを塗ったところにも重ねて塗るとグラデーションがかった仕上がりにもなります。こんな感じですね。ローラー部分だけには汚し作業としてしっかりベタ塗りしておきます。次は B セットのすすを使っていきます。すすは武器類に塗って汚していきます。ガトリングガンの銃口やその周り、こういったパーツの分割部分も汚しておきます。武器類は錆表現の汚しを抑えめにしているので、すす汚れで本体とのバランスをとっておきます。フェーズ11ディテールアップ。最後にスコープドッグの顔、レンズ部分だけディテールアップしていきます。小さい方の赤いレンズは付属のシールを貼っておきます。グリーンの方は定番の H アイズですね。今回は 3.5mm を使います。パーツを切り出してゲートをカット。シルバーのラピーテープを小さく切ってそこに貼り付けます。そしてはみ出している部分をデザインナイフでカットしていきます。押し込んでカットすると切り出しやすいです。こんな感じに切り出せました。これを貼り付けていきますが、シンデレラフィットで接着剤がなくてもいけました。落ちてなくなるのが嫌な方は接着剤の使用をおすすめします。次に赤い方のレンズには UV レジンを使います。レンズ部分にレジン液を一滴落としていきます。出過ぎちゃいましたね。綿棒で適量になるように吸い上げつつ周りも拭き上げていきます。これぐらいでいいですかね。では UV ライトを当てて硬化させてこれで完了です。
小さい方の H アイズが手元になかったのはここだけの話です。ファイナルフェイズ完成。いよいよ完成です。武器類を装備してレンズをつけて、では地獄に付き合ってもらう。何もかもが炎の中に沈んだ。微笑みかけた友情も芽生えかけた愛も秘密も、そしてあらゆる悪徳も同じだ。すべてが振り出しに戻った。兵士は死んだ魂を疲れた体に包んでデイネイト荘園の地に向かった。傭兵は誰も愛を見ない。すみません、ボトムズ愛が強すぎて次回予告を真似してしまいました。では比較です。スケール感も出て迫力も増していますよね。で、今回ヤスリがけもしっかり行って面出しやエッジを立てたりとパーツ処理の段階でも気を使いました。手間暇かけただけあってそれに応える仕上がりになってくれました。ではアップです。リベット周りのボケたサビ感いいですよね。で、つどつど言ってましたが、今回の制作では初めて尽くしで、まずシリコンバリアとチッピング液ですね。こちら別々に使っているのは見るんですが、合わせて使ってみたらいいんじゃないのってことで、初めてのくせにいきなり合わせ技で使用してみました。いくつか課題はあったのですが、なんとか形になりました。3層目のブラックをオキサイトレッドやダークグレーに置き換えても面白そうですよね。次にフィルタリングで紫を使用するのも初めてで、どんな感じになるのかドキドキしながらの作業でした。そして油絵の具ですね。初めは扱いに四苦八苦しましたが、慣れてくると楽しかったのでサビを書き込みすぎましたね。ということで今回はミリタリーモデラーの方がやる手法をメインに工程を組み立てて制作してみました。案外ウェザリング作業は少なく、チッピングとサビ表現、ウェザリングマスターの3つだけでここまでの仕上がりになりました。いかがだったでしょうか。今回はスコープドッグターボカスタムをリアルなチッピングとサビ表現を求めての制作をしてみました。で、こちらの足元のエフェクトパーツはオプションパーツについているもので、コックピットハッチが開くパーツもついているので、また作ってみたいですね。というかボトムズの AT はもっと作りたいですね。完全にはまりました。クメン編の濁流での戦闘を繰り広げたマーシードッグが一番好きなので、ぜひ出してほしいですね。で、この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。